おつこちこんぽポテトです。ということで今日はですね、決定力によってキックモーションどれぐらい変わるのか調べてみたということでやっていきたいなと思います。前回ですね、パス数値についてキックモーションがどう変わっていくのか、これを見てきたんですけども、今回は決定力ですね。こちらもね、今回のアップデートで変わったと言われておりますので、こちらをまた見ていきたいなと思います。今回もですね、ちゃんと数値見えてきましたんで、ぜひ期待しながら見ていただければなと思います。測定方法ですね。測定方法に関してはちょっとねいろいろ試してきたんで、その経緯も言っていきたいなと思うんですけども、今回スアレスをねせっかくね147連で取ったので、ぜひ使っていきたいなと思うんですけども、またですね普通にトラップをしてシュート、これをやってみました。一応ねこれでも差出そうな感じはしたんですけど、若干ねこうブレというか、その時のランダム性がちょっと強かったんですよね。前回パスの時はそんなにランダム性強くなかったんですけど、なので一旦別の方法はないかなというところでちょっと探っていきました。でその一つがですね、 iPad に動きを記録させてキックフェイントしてからシュート、こんな感じでやってみました。でこれがですね結構意外で、81の時はですねだいたい50コマ前後、早くて48コマみたいな感じだったんですけど、99の時はですね、意外にですね変わんなかったんですよね。ということで、なのでキックフェイントした後のボールの位置って多分、使用上シュートモーションに入りやすい位置にボールがあるのかもしれません。めちゃめちゃ本数やれば多分結果は出るのかもしれないんですけど、ちょっと今回はこれは検証できないかなというところで別の方法を探してきました。こちらですね、 iPad に動きを記録させてですね、低速ドリブルをしてからシュートを打っていくようなスタイルにしていきました。シュートボタンを押したタイミングを0秒とした時にボールを蹴るまでの時間ですね、これを測定していきます。で時間はですね1秒間60コマで測っていきましたよというところです。で今回もねスアレスを決定力81から、99までですね測定をしてきましたよというところです。ということでやっていきましょう。まずは81と99でどれぐらい差があるのか、これを見ていきたいなと思います。ここからですねゆっくり見ていきましょうか。ということですね、だいたい30コマとかそれぐらいですかね。他の方も見てもですね、だいたい31コマとかですかね。で早くても28コマ、そんな程度になっていきました。これが99だとどうなるのか見ていきましょう。ここから28コマぐらいですね。基本的には28コマぐらいで蹴るところが多かったですね。ボールの位置がね良くて速いと26コマっていう形になりました。というところでだいたい2コマから最大で4コマとかぐらいの差が出るということが分かっていきましたよということで、これを踏まえた上ではやっていきましょう。でちょっとね一歩一歩見せていくのもあれなので飛ばしながら見ていきますけども、まず85から見ていきましょう。85の時はやっぱ30コマまだ出てましたね。この辺はまだ30コマ出たと変わってないという感じですね。じゃんじゃんいきます。86です。86の時は30コマぐらいですかね。ここは変わらずって感じです。次87ですね。87も30コマになりましたね。87でも変わらずという形でしたね。88ですね。ちょっと早いかな。他も見ていきましょう。早いですね。基本的に28コマ。26も出ましたね。26が出ればもう確定でしょうかね。ということで88で早くなりました。でちなみに89も見ていきますけども、89でももちろん28コマ、26コマも出ましたね。ということで確実に速くなってますね。88以上で速くなるということが分かりました。前回パス数値によるキックモーションの動画見ていただいた方は分かるかなと思うんですけど、速くなるタイミング同じなんですよ。通常パスも88以上で速くなったんですよ、キックモーション。ここはなんか相関性があんのかなみたいな感じはしていますが、その辺も疑いながらちょっとインパクトを見ていきましょう。同じ方法で見ていくんですけども、じゃあまずはですね81と99でどれぐらい差があるのか、これをねちゃんと見ていきたいなと思います。
はい、だいたい50コマとか、それぐらいですかね。81の時はだいたい50コマ。ちょっと遅い時だと53コマとかにもなりますが、こんな感じになりますよというところですかね。で、これが99になるとどうなるのか、46コマとか、48コマですかね。早いと45コマとかまで出たかな。そんな感じの差が出てましたよというところです。なので4コマから5コマとか、最大で言うと8コマぐらい差が出るときも出るのあるのかな。それぐらいの差があるという形になりましたね。はい、じゃあ前回のパスのキックモーションはどこで変わったか覚えてますか？ 84 で変わったんですよ。もしさっきと同じであればですね、インパクトもパスのキックモーションと同じタイミングで変わるんじゃないかというところも言えますので、ちょっとそこを調べていきたいなと思います。前回パスはですね、84以上で速くなったんで、まず83を調べていきます。はい。83では51コマ。これはですね、何本か見ましたけど、50コマ、50何コマ、ですね。はい。なので、83の段階ではまだ速くなってないです。予想が正しければ、84から速くなるんじゃないかと予想ができます。見ていきましょう。ここから、速い。47コマ。おそらく速いですよ。これちょっと見ていきましょうか。45個も出ましたね。45出たらもうほぼ確率でしょうね。ということで、はい、そうですね。84以上で速くなるということが分かりました。他の数値も一応やったんですけど、変わらず、これが最高速という形になりました。はい、ということで、明確に今回分かりましたね。いや、前回の検証もあったんで、スッとね、分かりました。はい、これは結構大きいかもしれないですね。インパクトシュートだと特に大きいかもしれない。そんな風に思いますね。はい、ということで、明確に見えてきたんで、今日は結論です。決定力によるキックモーションは、通常シュートは88以上、インパクトシュートは84以上で速くなるとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきましたけども、いや、今回もね、スパッと変わってくれましたね。スパッと速くなりましたね。パスの時のキックモーション、この数値の関係性は何なんでしょうね。なんかこの辺で変わるように設定がされてるようですね。前回のね、パスのキックモーションと同じタイミングで変わったということは、ちょっと意外な結果でもあるんですけど、確実にここで仕様として変わっているっていう、証明にもなったのかなと、個人的には思ってるんで、ここは、自信を持っていいのかなと思いました。で、前回も一応言ってるんですけど、じゃあ育成は84とか88にしとけばいいのかというと、そうではなくって、もうちょっと上げといた方が良いと思います。90以上、しっかり打ちたいのであれば95以上とかになるかなとは思うんですけど、それぐらいにしておくと、1試合通してね、スタミナがなくなっても、ちゃんとしたシュートが打てる、そんな感じになっていくのかなと思います。一応理論上ではありますが、インパクトシュートは84を下回らなければ速いモーションで打てるので、一旦スタミナがなくなってきた選手もインパクトシュートだったら速いモーションで蹴れる可能性はちょっと高かったりねするかもしれません。はい、というところですかね。ということで、でも今回明確に見えてきたんで、これどうですかね。ちょっと役に立ったんじゃないかな、皆さんの。いやー、よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。これね、前回見てるんですけど、スタミナとか、ここもね、いろいろ検証ができそうなので、これも含めてね、ちょっとやっていきたいなと思います。ということでですね、今回は細かいところ、いろいろ気になるところはあるんですけど、この結果はですね、動画にしといた方がいいかなというところで、動画にいたしまして、できるだけ早くね、急いでやってきましたので、参考にしてみてください。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方で、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後、雑談して終わりたいなと思います。はい、ということで、ここから雑談になっていきます。いや、結構面白いですね。パスと決定力のここの数値の関係性は何なんですかね。なんで84と88なんですかね。すごく気になるところではありますが、一つ見えてきたんで良かったかなと思います。ちょっとね、細かく瞬発力とかキック力とか、この辺はね、またやっていきたいなと思いますし、あとスタミナのね、これちょっと検証も早くやんなきゃダメだなと思ったりもしてますね。あと80以下の数値もちょっと見たいですかね。ちょっとどれ
からやるかまだ決めてないんですけど、できるだけ、短い動画でもいいので、ちょっとずつ、一つ一つね、やっていきたいなと思いますので、よかったら、チェックしといてくれると嬉しいです。ちなみに、現在朝の6時です。バカ眠い。ということで、行ってきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこれがどう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、決定力についてやってきました。いろいろね、相関というか見えてきた部分も面白いですね。ちょっとこれはかなり掘り下げたいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ということでまた。